んにちは、タレちゃんです。今日はですね、ちょっとね、用事があって、ブルーラグーンリゾートホテルに来たので、まあ、その流れでランチでもやっちゃうっていうことで、これからレストランにランチを食べに行きたいと思います。レッツゴー。ランチメニューがあります。シーフード、サラダ、サンドイッチ、ラグーンフェイバリット、パスタ、バーガー、ジャパニーズディッシュっていうのが焼きそば、すき焼き、カツ丼、親子丼、寿司みたいな、まあ、結構メニューは豊富にあります。ランチでも平均したらどれぐらいかな。だいたいまあ10ドル前後ぐらいかな。そうだね、お値段ね、飲み物はもう頼みました。いつも通りアイスティーおかわり自由で、巨大ガムシロです。さて何食べようかな。圭介さん決まってるんでしょ。ダイバーズクラブちゃん。ダイバーズクラブやけど、ないね。ダイバーズチョイスか。ダイバーズチョイスはね、サンドイッチ。クラブハウスじゃない。私どうしよう。カツ丼。カツ丼甘いけど美味しいよね。まあ確かに量多いしな。量多い気がする。魚美味しそうやな。旗のラップムニエル。それはランチがないんだよね。夜だね。うまいな。ディナーはあるもんな。ディナーは本当メニュー多いからね、ここね。クラブハウスとカツ丼にしよう。自分じゃ作らないから。なんか熱いな。なんか燃えてるわ。そらもうこんなメニュー見てたらこうメラメラと燃えてきたかな。クラブハウスサンドイッチカツ丼。クラブハウスサンドイッチand カツ丼。Yes. That's it? Yeah. Thank you. 脱いだら脱いだで寒いわ。そうやろ。メニューなくなったからどんな体の構造しとんねん。でもパンデミック後ブルーラグーンで飯食うの初めてやな。初めてだね。だけどまあブルーラグーンはちょこちょこ来てたもんな。ペイルソーネも来たやろ。そうだね。それから結婚式で来て、犬と遊びにも来た。そうやな。あとはジープとか行くときに、そうかそうか、ジープホノム行くときに来てるし、ちょこちょこ来てはいるね。11月は 40% ぐらい部屋埋まるんですよな。でもそうだね。びっくりしたわ。多いなと思って。欧米人なんかがこうオープンを待ち望んでたって言ってたね。待ち望んでる欧米人がバッと予約を入れて。俺ヨーロッパの人ってガイドしたことないな。私もガイドはないけどボートで一緒だったの。うわ、どこだっけな。なんだっけな。東欧の方だったと思うんだけどな。東ってどこ？知らん。フィンランドとかあの辺。そんな難しい言葉出すなよ。知りもしないのに。そうやね。またもうほんまアホを晒すような。親泣くわ。なんかつい2、3日前ね、アホ会話。あれ何の話だったっけ？お札な。なんか今日本ってお札の人物変わったじゃないですか。で、私たちは当然それを見たことがないから今後ね帰国したらすごいびっくりするだろうなっていう話から始まったんだよ最初。おもちゃに思えるだろうねって、見たことないお金だからっていう話から始まって、あれ過去の札って誰がいたっけっていう話になって、もうあんまり言わんといてアホがバレるから
いや俺のアホがバレるのはええけど、親に恥をかかしてしまうからなるほどね。じゃあここまでにしとこうか。意外と海に教養があるっていうのが分かったよな。なかったな。ないよ。だからないんだよ。ないのないの。なかったな。それ以上に。それ以上に俺がな。俺よう高校も行けたな。なんかさ面白いんだよね、圭介さんの地域の高校の生きあ方。普通ね、私のイメージでは高校って、公立の高校だったら県の中で学区が一応決まってて、この市からはこの範囲の公立高校はどこでも受験していけますよっていう感じなんだけど、だからみんな自分の行きたい高校を受験していくのが、それがもう全国的だと思ってたけど、圭介さんとこうどんなんだっけ。もう自分の住んでるところで行く公立高校はここって決まってる。それすごくない？公立高校選べないんだよ。俺よそがそうじゃないって知ったの俺大学入ってからやからな。Thank you。カツ丼 Thank you。はい来ましたとクラブサンド、クラブハウスサンドイッチ、ランチョンミートとチキン、ベーコン、卵と野菜トマト、キュウリ、ちょっと野菜ね、とフレンチフライが入ってます。美味しそうで、私はカツ丼です。なんかぎっしりやね。ぎっしりやる。ぎっしりカツ。いただきいただきま。ますす。熱そうだな、でもまだちょっと。うわ、これ私食べきらんわ。そうやろ、めっちゃ多いからな。すごい見て、これ下全部米だよ。当たり前だけどさ。わ、美味しそう。ちょっと冷ますわ。ごしたなもんで、ちょっとポテトつまます。ええで。あ、いいよ、そこで。俺そもそもパン食うのがめっちゃ久しぶりやな。そうだね。いただきます。美味しいポテト。あ、うまっ。美味しい。おー、いいね。やっぱり普段食べへん味やからさ。新鮮。アイスティー来てくれた。普通に雑忘れた談でいくか。Thank you。アイスティーおかわりくれます。よし、食べてみよう。うまっ。冷めてない。全然すごい湯気だね。冷めてるかどうか確認するのにそんないっぱい食べるの？なんでいける。カツ丼結構甘い。まあな。ライム入ってんな。え、どこに？汁に。いや、美味しいわ。普段食べない味だから余計に。まあ。うわ、ベーコンうま。ベーコンの油うま。うま。よかった。しかもだいぶ多いぞこれ。だってすごいボリューミーだもん。美味しい。はい。変えてみる？美味しいよ。美味しい。え、でかっ。でかっ。うまい。いいね、久しぶりに。何がってレタス美味しいわ。やっぱり俺野菜食べへんけど、このレタスはあった方がいいかなって思うよね。バリッバリって言うしさ。レタスはさ、まあまあ入ってくるようになったけどさ、数年前まではほとんど入ってこなかったの、レタスって。だからさ、レタスが入ってないこと多かった。こうサンドイッチとかバーガーとかも。あ、そう。白菜が代わりに入ってたりとかさ。サラダ頼んで、白菜サラダが出てきたのはびっくりした。そもそも白菜って生で食うのみたいな。日本で白菜生で食べることってある？ないかも。鍋か漬物、それ以外にないわ、生で。だから私もバーガーに入っててびっくりしたんだよ。白菜がハンバーガーに食べれんのみたいな。いや、食べれんのとは思わないけど。そういやさ、お客さんでさ、ここのレストランで朝ごはん食べてる時にイルカ見たんですよ。私もその辺で見たことある。ノートで移動中。あ、そう。俺この辺はないな。そらな、ここで朝ごはん食べてさ、イルカでも出ようもんなら今日見れるんちゃうかと思うよな。ごっつ迷惑やわ。ごっつハードル上がってまうやんか。うわ、運良かったですね。なかなかそんなん見れませんよってな。なかなか見れないからね、実際。
だけどこのレストランの床とかもさ綺麗になってるもんな、コロナ後かこれ改装してたもんね。だからブルーラグーンはさ、客室もそうやなコロナ後に大改装してるからもう全然違う部屋になってるはずだからそうやな。ちょっと撮影行きたいね一回ね。そうやな結構お腹いっぱいになる。そうやろ、うん1個食べただけで、年しちゃうか。やばい。もうジジイババショップになってまうで。言うてももう中年だもんな。俺なんか多分もう初老も過ぎてるからな。初老っていくつぐらい？今ぐらいちゃん。いや意外とな早かったような気すんねん。まあ答え出えへんからもうそれでやめる。答えの出ない話が。でももっと早いはず。で私もじゃあとっくに中年だね。うん。まだ食べれそう。最後さ一口だけ食べさせて。残しといて。最初に分けといてよ。あ、そう。一口はい。日本もってカツ丼とか食べるの？カツ丼そんな好きくない。うん。何頼んでんのや。とんかつ。断然とんかつ派。なんでせっかくサクサクの衣なのにそんな汁に浸しちゃうのって思うの。まあ分からんでも。カツ丼とか食べてた日本で。食べてた食べてた。何屋さん？カツ丼屋さんっていうのがあるの？うどん屋、そば屋さん。うーん。逆に俺とんかつってどこで食べるのかなと思和光。う。わ？ないの？とんどんな字？かつ和光和幸って書くの。おそのは分かったけど、ゆきはどうや？幸せ幸せ。ああ。え？うちのお父さんの名前やね、和幸って。字も全く一緒やね。だから私初めて東京行って和光を見た時すごい驚いたの。お父さんってお父さん実はこっち実業家なんかな思った。和光ってないのかな関西。じゃあサボテンはとんかつ屋さんサボテンっていうない？ないと思チェーンうな。店。あ、そうそれは店構えどうなんですか？一軒だけボンって。っていうこともあるし、ビルの8階レストラン街とかああいう感じかな。和光。まあサボテンでもサボテンってどんな字か？ひらがな。ああ、それは多分ないぞ。だってサボテンやろ、タコスとかやったら分かるけどやな。とんかつやろ、なんかメキシコやんサボテン。言われてみればそうだね。なんかその看板のデザイン的にはすごい和っぽい感じなのよ。だから全然違和感感じてなかったけど言われてみればサボテンってメキシコっぽいもんね。そうやろ、とんかつ屋につける名前じゃないね。和光な、めっちゃ気になるわ。それこそさ、同級生の女の子とんかつ屋じゃなかったっけ？あ、それあれ小学校の時や、ああ、とんかつ屋なあ。そうそうそう、行徳や、行徳な。あ、そっか、こっちか。そう、こっち。どっちやねん。何我がのテリトリーみたいに言うとんの。あ、行徳にいた時ね。そうそうそう。苦しい。すごくないあの量。今日は多分海の方が食うてる。もう私もここで寝てもいいぐらい。美味しかった。うまかったな、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。完食。いやー、なんかでも久しぶりにカツ丼とか日本っぽいもの食べたな。そうやな、だから最近さアーサーすごい入ったもんね。あ、そうやな、日日本食本のプロダな。クトが。なんだっけ、焼肉のタレとマジックソルトマジックソルトか。とか今までなかったもんね。あ、昆布。あ、昆布なんかあれどないし何に使うの？日高昆布入ったね。うん、あとキャノーラ油。あー、油な。油。ラー油とか嬉しいよね。数年ぶりに入ったなラー油。唐辛子かい。あ、一味な。なんかもう本当一回入ってきてなくなったらもう入ってこないもんあ、ね。入ってくれへんな。今までも何個かそういうやつあったな。ある。からし。あ、からしな。からし見えひんもんな最近。あと片栗粉。あ、片栗粉ない今めちな。ゃくちゃ困ってるね。片栗粉はさ今までさあったよねずっとね。困ったことなかったじゃん。でも最後数ヶ月前になくなってもうどこのストアも入んないもんね。片栗粉困ってる。片栗粉欲しい今もう私なんかあれよ、スマホにさメモってるもん。これがあったらいいなっていう日本食みたいな。
もういつもこうやってこれ食べたいと思ったらそのメモに入れて気を紛らわせて南洋貿易さんにメールしたいんじゃんめちゃくちゃあるからね。こんなんどうですかってカルパス、ウインナー、チーズ、じゃがりこ、ガリガリ君別にもっとなんか反応して。だっていらんねんもん。いやほんまに俺がうわそれ欲しいな言うもんがあったら俺もバーンなるで。でっかいベビースター、サランラップ、牛乳石鹸、シャンプー、これはサンポール、冷凍フランスパン、明太子、塩辛、サバ塩焼き、きのこ。終わった。じゃあそんな感じでそんな感じでブルーラグーンランチでした。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。バイバイ。バイバイ